ようございます。ケンです。スペース X がテスラから買ったメガパックで、テスラは3億1800万ドルの売り上げを計上しました。同じ四半期、エナジー部門の粗利率は 30.3% から 20.4% へ下がっています。まず、混同を一つ潰しておきます。この2つは別々の事実です。スペース X との取引が利益率を下げたわけではありません。その上で今日の問いはこれです。スペース X の大型需要はテスラエナジーが AI 時代の成長事業になった証拠になってくるのか、それともまだ証明すべきことが残っているのか、見ていく順番はこうです。大型取引の中身、メガパックの用途、収益性、量産、そして外部市場です。まず、この数字の正体をはっきりさせておきます。3億1800万ドルっていうのは、テスラが第2四半期に認識した売上です。スペース X へのメガパック販売によるもので、10Q に関連当事者取引として開示されています。言い換えてはいけない表現が2つあります。1つは、スペース X が現金で 3.18 億ドル支払ったではありません。これは会計上売上として認識された金額です。2つ目は 3.18 億ドルを新たに発注したわけでもないんです。受注額ではなく、この四半期に売上計上された分なんです。一部の報道では、購入額として2億9500万ドルという数字も出ています。3.18 億ドルとは金額が違いますが、これは会計上の範囲だったり認識時期が違う可能性があります。どちらかが間違いだったという話ではありません。今日はテスラ自身が10Qで開示した 3.18 億ドルを使っていきたいと思います。では次にスペース X は何のためにこれを買ったのか、その前にメガパックっていうのが何なのか、これを正確に言っておきます。メガパックっていうのは電気を生み出す装置ではありません。電気を貯めて必要な時間に必要な量だけを供給する設備です。AI のデータセンターではこれが効きます。イーロンさんは決算説明会で AI にとって電力の制約は大きな問題だと述べた上で AI の学習では消費電力がミリ秒単位で激しく上下すると説明しています。電力網はこの急激な振れ幅に弱い。そこに蓄電設備を挟むと振れを吸収して系統側を安定させることができます。だからメガパックは非常用電源ではないんです。平常時に電力の出入りを制御する装置として使われます。イーロンさんは同じ場でスペース X がデータセンター向けに多数のメガパックを購入したと述べています。3.18 億ドルっていうのはその中身なんです。ではここからが今日の本題です。エナジー部門の四半期の売上は31億3900万ドル、前年比で 13% の増です。一方で粗利益は8億4600万ドルから6億4000万ドルへ減少しています。粗利益率は 30.3% から 20.4% へ、売上が増えて利益が減っているんです。テスラは利益率低下の要因として製品構成 1MWh あたりのコスト、保証関連の調整などを挙げています。スペース X との取引が原因だとは説明していませんし、そう読める材料もありません。ここは切り離して考えた方が絶対的にいいと思います。ただし、売上の方には見ておくべき数字があります。エナジー部門の売上は 13% 増えました。前年同期は27億9000万ドル、今期は31億3900万ドルです。ここからスペース X 向けの3億1800万ドルを引いてみます。残りは28億2100万ドル、前年同期と比べるとプラス 1.1% なんです。つまり 13% の成長っていうのはほとんどはスペース X 向けだったというふうに解釈することもできるんです。これは悪い数字という意味ではありません。大型の AI 需要が実際に売上として立ったっていう事実は残るんです。ただ、スペース X 以外の顧客からの伸びっていうのは今のところ限定的だったというふうなことになります。ここが今日一番大事な
事実なんです。では、量産側を見てみたいと思います。昨日8月6日、テキサス州ブルックシャーの新しいメガファクトリーでメガパック3がラインオフしました。工場は着工から稼働まで16ヶ月、年間 50GWh の設計容量を持ち、メガパック3に特化しています。では、ここで数字の扱いに注意です。50GWh っていうのは完全稼働時の目標能力です。今の生産実績ではありません。ブルックシャー市の経済開発団体も完全に立ち上がった時点の数字だと説明しています。そして昨日起きたのは初期生産の開始です。量産の達成とはまだ言えないんです。その上でこの工場が解決し得るものを整理しておきます。一つは生産能力です。完全稼働すればカリフォルニアと中国の工場の合計を上回るとされています。2つとしてはコストです。生産量が増えれば1台あたりのコストは下がる可能性があります。利益率の改善につながるかもしれません。ただし、これは可能性であって確定ではありません。量産が始まったばかりで実際にどうなるのかっていうのはこれからなんです。ということで、ここまでを踏まえてテスラエナジーが AI 時代の成長事業だと言えるためには証明すべきことが4つあるんです。一つとしては、テキサス工場を計画通りに立ち上げていけるのか、ラインオフはしました。50GWh まで到達できるかどうかっていうのはこれからです。二つ目としては、スペース X 以外の AI 企業から大型契約を取れるのかです。今日の 1.1% っていうのが、この条件がまだ埋まっていないことを示しています。そして三つ目としては、売上の拡大と同時に粗利益率を改善できるのか。今回は売上が増えて利益率も下がっています。次はここを両立させられるかどうかっていうのがポイントになってきます。そして4つ目としては、メガパックを非常用電源ではなく電力制御、系統安定化の価値として売れるかどうかです。同じ製品でもどちらとして売るのかっていうことで単価も顧客層も変わってきます。この4つのうち今埋まっているものはありません。どれもこれから証明される段階なんです。はい、ということで今日の内容をまとめていきたいと思います。確認できた事実としては、スペース X 向けのメガパック関連で3億1800万ドルの売上を認識しています。10Q に関連当事者取引として開示されています。エナジー部門の売上31億3900万ドル、粗利益6億4000万ドル、粗利益率が 20.4%、前年同期の粗利益率は 30.3%、テキサス工場の完全稼働時の目標は年間 50GWh、8月6日にメガパック3がラインオフです。分析と仮説としては、スペース X の需要が AI データセンター市場の代表例になる可能性というのがあります。AI 企業がテスラエナジーの新しい主要顧客層になる可能性があります。量産拡大がコストの低下や利益率の改善につながる可能性があるんです。これらはまだどれも可能性であって確定ではないです。なのでこの可能性っていうのが確定してくるとテスラエナジーはさらに伸びていくんではないかなと思います。そして今日の問いに戻りたいと思います。スペース X の大型事業っていうのは成長事業になった証拠なのかというところです。答えとしてはまだ証拠ではないというのが今の現状の答えになってくるのではないでしょうか。需要があることは示されてはいます。しかし外部顧客、利益率、量産、この3つっていうのがまだ証明されていないんです。なので今日覚えてほしいことはこれです。大型受注があることと高収益の成長事業が完成したっていうのは別なんです。大きな取引は需要の存在を示します。事業の完成はそれが繰り返し複数の顧客から利益を伴って起きた時に初めて言えるんです。なので今後エナジー部分っていうのは確かにテスラの収益源の一つとなってきていますけれども、今日示したことを今後見ていくことが今後さらにエナジー事業が伸びるきっかけになるし、それに伴ってテスラの大きな一つの収益源としてなっていくんではないかなと思いますので、今日のこのポイントしっかりと押さえて見ていくといいんではないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
通信です。今日の内容に少し被っていきますけれども、テスラの蓄電池であるパワーウォール、そのパワーウォールの最新版であるパワーウォール3がとうとう日本でも受注開始しました。今 SI ソーラーさんの方でパワーウォール3の注文を受け付けておりますので、興味がある方はぜひ SI ソーラーさんにお問い合わせの方よろしくお願いいたします。お問い合わせフォームは概要欄に入れています。ここ数日もう毎日のようにお問い合わせ来ていますので、ぜひね、パワーウォール3どんな感じなのか、値段だけでも知りたい、自分の家でつけたらどうなのか、そういったことが知りたい方はまずね、お問い合わせの方をされてみてください。そして SI ソーラーさんはパワーウォールの一時代理店ですので、あなたの家の近くの代理店さんを紹介してくれると思いますので、地域とかっていうのはそんなに気にされなくて大丈夫です。ぜひ興味がある方は気軽に相談されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。